はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。すいません、久しぶりのビデオポッドキャスト、ビデオありのポッドキャストになります。皆さんお元気でしたでしょうか。ようやくね、落ち着いて少し、ビデオが撮れるようになったんですよね。前回はね、親知らずを抜いたことで、顔がね、ハムスターみたいになっちゃってたので今はだいぶ収まって、まだ痛いんだけどね、全然大丈夫になったので、でも今回はですね、先々週に行った屋久島旅行についてお話ししたいと思います。屋久島旅行については Vlog も作る予定、6月中には作れると思いますので、詳しくはねそちらを見てほしいんですけど、どんな感じだったのかっていう、感想と、どんなことをしたのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。屋久島はね2泊3日で行ったんですよ。で、どこにあるかというと鹿児島県の島なので、東京から鹿児島、九州の鹿児島まで飛行機で行って、鹿児島から飛行機で40分ぐらいですねで着く場所。奄美大島とかと結構近い位置にあるんですよね、屋久島。結構ね雰囲気は、九州ってよりは沖縄っぽい雰囲気を感じました。なんかこう言葉のアクセントとか、なんか顔とかちょっと沖縄感を感じました。でも鹿児島と沖縄結構似てると思うんだけどね。私も鹿児島初めて行ったんで、よくわかりませんけれども。なんかちょっとこう南の国感をちょっと感じましたね、屋久島では。暖かくて、なんか湿気が多くて、なんかのんびりしてる雰囲気。で、一人で行ったんですけど、初日は、レンタカーして一日その屋久島の島を一周する。一人でねそう一人で一周して、大体ね屋久島は島一周が100キロぐらいらしいんですよ。だから自転車で行ってる人もいるみたいですね。自転車でなんかサイクリング的な。100キロすごいけどね。私は車で行きました。そう楽しかったね。なんか猿、道のね道路とか普通になんか猿とか鹿がガンガン出てきてびっくりした。人がいるところはそんなことあんまりないんだけど、人がいないところだとなんか普通に道路の真ん中でなんか猿がなんかチースみたいな感じでいて、おいみたいな、私通れませんけどみたいな感じになる。なんか何みたいな、人間何してんのみたいな感じでこっち見てるみたいな全然逃げたりもしなくて、もちろん攻撃もしてこない猿と鹿がいて、可愛かったですね。可愛いけど危ないよっていう気持ちがありましたけど、初日はそんな感じで、次の日がもう朝4時集合なんですよ。4時集合で4時からバスに乗ってトレッキングを開始するというツアーに申し込んでたので、1日目は早めに9時とかにぐらいに寝て、次の日の朝4時に起きて、一番も、今回の旅の目的だった縄文杉トレッキングに出かけました。この縄文杉トレッキングはね22キロの10時間のトレッキングなんですよ。みたいな。10時間みたいな。何言ってんのって感じですよね。本当に10時間歩き続けるってマジで地獄みたいなトレッキングだったんですけど、地獄でしたね。足はね。でもね、すごい良かったですね。足は死んだけど、すごいいい景色で、なんかこう、自然に囲まれてて、なんかすごいいい経験だったなって感じです。私が申し込んだツアーは、あのー何人だ ?8 人かな？ 8 人ぐらいのグループになってみんなで行くっていう感じで、同じように一人で来てる人もいるし、なんか二人で友達と来てますみたいな人もいて、
でね、年齢で分かれてんのかなんか分かんないんだけど、私たちのツアーのグループは20代の子たち。ほぼ多分20代だと思う。で、他の人たちは結構、お年寄りの、多分リタイアして、屋久島に来てるみたいな人とかもいたり、あと外国人の人もいたりとか。そう、多分年齢で分かれてるっぽかった感じがあった。うん。歩くスピードとか多分違うので、20代は多分、もうどん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 歩いていく。で、ちょっと高齢の方は休憩をね、たくさん入れながらゆっくり行くみたいなコースだと思うんですよ。そう。結構人いましたね。平日だったんですけど、結構いました。外国人の人も結構いましたね。うん。そう。まあ、きつかったね、でも10時間のトレッキングは。うん。なんか最初、トロッコ道を歩くんですよ。トロッコっていうのは、なんか、なんて言うんだろう。電車じゃないけど、なんか箱みたいな。車輪がついてる箱みたいな。うん、ちょっとググってほしいんだけど、トロッコにのが昔ね、あったんだって。その、屋久島のその森の木を、町に下ろしてくるためのトロッコっていうのがあって、今はもう使ってないんだけど、そのトロッコ道をずっと最初歩いていくんですよ。それがね、2時間ぐらい歩くんですけど、そのトロッコ道がね、まあ長い。この2時間。やっぱなんか、あんまり面白くないんですよ、このトロッコ道って。本当に。ずっとなんか線路の上を歩いていくみたいな感じだから、あんま面白くなくて、その2時間結構、ちょっと退屈な道だなっていうところを歩いてって、その2時間経って、ようやく山道っていう感じで、もう、岩と岩をこう登っていくみたいな、もう木の間をこうどん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 登っていくみたいな、まあ、それはやっぱりなんか景色が変わるのでどんどん、そうそう、アドベンチャーって感じで楽しかったですけどね。最初のねこのトロッコ道が2時間結構きつかったなっていう。帰りもまた同じ道だからさ、帰りのトロッコ道2時間、まあきつかったね。もうみんな何にも喋らない。最初は結構みんなどっから来たんですかとか、そういう会話とかよくしてたんだけど、帰り道もみんな何にも喋らんみたいな感じで、そう。しかもね、帰りはね、雨が降ってきちゃって、大雨の中、はい、行きました。でも屋久島はね、雨が多い、日本で一番雨が多いの場所みたいなことで言われてるので、そう、雨は普通ですね。よく降る。なんか最後はね、傘さしながら歩くみたいな。そうそうそう。まあ、縄文杉はね、まあ、屋久島のその縄文杉があるエリアがもう丸ごと世界遺産になってるんですよ。そう。縄文杉っていう、まあ、木なんだけど、木が世界遺産なわけじゃなくて、その森が世界遺産になっている。で、世界遺産になってる理由は、そこにはなんかいろんな植物が、まあ、いろんな変わった植物があるから世界遺産になってるようで、その縄文杉は、樹齢7000年って言われている木ですね。7000年の木。はい。すごかったですね。まあ、そこがゴールです。縄文杉トレッキングのゴールは縄文杉を見て、みんな、ありがとうございますみたいな、もうなんか神様みたいな感じで、みんなこう、なんかまあお祈りとかしてる人結構いて、私は写真とか撮って、まあまた降りるみたいな感じ。いやー、足がね、本当に痛かったんですけど。そう。で、その次の日は、また別のトレッキングコースで4時間歩きました。きつかったね。10時間の疲れが全然取れてない4時間は結構きつかったんだけど。でもね、この4時間のトレッキングの方が私的には結構好きだったなって思いました。うん。その4時間のトレッキングは、白谷雲水峡っていう場所、また別の森みたいなところ。白谷雲水峡の4時間トレッキング。で、そこは、コースがね、3つぐらいあるのね。いろんなコースがあって、その中の4時間コース、一番きついコースが太鼓岩コースっていうんですけど、ゴールがなんかでっかい岩があるところなんですよ。それが、太鼓岩コース。それを歩くんですけど、それが一番有名で、なんで有名かというと、途中で苔むす森っていう苔がいっぱいある
森があるんですよ。もう苔だらけなの、全部。岩とか木とか道とかが全部苔まみれみたいな感じで、苔はなんて言うんだろうね。なんか岩とかについてるなんか緑色の植物。そう。それがもののけ姫のモデルとなっている場所として有名なんですよね。すごく綺麗だったです。その苔むす森がもうすごい静かで、鳥の音だけ聞こえるみたいな。で涼しくて、なんか滝の音とかもちょっと聞こえてて、水の音とその緑色、もう全部緑色になって、それがすごく美しくて有名で、最後のね太鼓岩っていうところも行ったんですけど、ここがね想像以上に良くて、その太鼓岩は山の上にあるんですよ、そのでっかい岩が。その岩に登ると、その屋久島のね島をこうもう見渡せるっていうスポットですっごい絶景でしたね。なんかグランドキャニオンに行った時の感覚にちょっとなりました。すごい綺麗な景色で、なんか、グランドキャニオンレベルじゃないけどね、大きさ的には全然レベル違うんだけど、その感動をちょっとまた味わいましたっていう感じでしたね。ぜひおすすめです。はい。10時間4時間のトレッキング結構きつかったんですけど、なんかいい経験だったなと思います。景色綺麗だし、屋久島のご飯も美味しかったし、なんかこういい旅だったなっていう。うん。しかもね、なんか私がまだ20代だから全然元気だけど、本当なんか60、70、80ぐらいの人とかも普通にこうトレッキングしてるから、なんかすごいなと思って、私もなんかこんな10時間トレッキングで死んだみたいなことを言ってられないなとちょっと思いました。はい。そんな感じで屋久島ぜひね、おすすめなので、皆さんトレッキング好きな方、登山とか好きな方はぜひ行ってみてください。もののけ姫の舞台が屋久島なので、もののけ姫ファン、ジブリファンの方にもおすすめだと思います。はい。そんな感じで、今日は屋久島のお話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube、こちらもフォローもお願いいたします。YouTube の登録者数が1万1000人突破しました。ありがとうございます。全然なんか気づかないうちに1万1000人超えていて、はい、皆さんいつも本当にありがとうございます。最近全然ね、更新できてないのに見てくれてありがとうございます。本当に。でまたライブをしたいと思います。 YouTube ライブしたいと思います。今月中のどこかで土日の夜とかにやると思うので、またアナウンスしますのでお楽しみに。はい。朝ですね、次回のエピソードは、お待たせしました、猫ちゃんを飼いましたので、私猫ちゃんのエピソードになると思います。実はもういるんですよ、この我が家に猫ちゃんが。そうでもまだ怖がってて出てきてないんですよね、そのゲージからね。だからゲージから出てちょっと慣れてきたら皆さんにお見せしたいなと思ってますので、お楽しみに。はい、可愛すぎて可愛すぎますね幸せ、本当になんかQOL が上がりました。クオリティオブライフ QOL が爆上がりですね、猫がいることで。はい。あとなんだっけ、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。このポッドキャストで出た新しい言葉の意味とかを説明してますので、ぜひ、チェックしてみてください。あとはシャドーイングコースと会話レッスンの、新しい生徒も募集しておりますので、気になる方、申し込みお待ちしております。結構シャドーイングもね、楽しんでやってくれてる方がどんどん増えてきて嬉しいなと思います。楽しんでね勉強するとか、なんか日本語の練習するっていうのが一番いいことだと思うので、皆さん頑張っていきましょう。はい。そんな感じで、はい、次回は猫ちゃん、そして屋久島の Vlog お楽しみに。早めに Vlog 作ります。頑張ります。はい
ということでまた次回。さようなら。